はい、どうも僕です。今日は整備動画ですね。チェイサー再生プロジェクト番外編ってことで、チェイサーツアラー V、100、110、この VVT の 1JZ のエンジンでよくあるトラブルを直していきたいと思います。で、今日のトラブルってのがこれですね。これがもう取れちゃうやつ。このブローバイのパイプですね。 L 字のパイプ、これがゆるゆるでスポッて取れちゃうんですよね。ここの面が接着剤でもともとついてるんですけど、その接着剤が10年もすれば剥がれてくるわけですよ。で、忘れた頃にポロッと内圧で抜けちゃう感じなんですけど、今日はこれを修理していきます。使う道具は、そんなに多くないですよ。パーツクリーナーとかシールパッキンとかワイヤーブラシ、ブラスバーかで、プラスチックハンマーとこれですね。これが必要になってくるんですけど、これが結構肝なツールなわけなんですね。あんまりメジャーではないんですけど、パイプ内をちょっと膨らませるツールなんですよね。ここちょうどオーとトツとあるんですけど、ここにパイプを差し込むことによってこれちょっと膨らませることができるんですよね。この分ちょっと膨らませたところで差し込んでやると結構固まるんですよね。相手がこのカムカバーはアルミなので、こっちは鉄です。なので多少こっちを膨らませて圧入することは可能なんですけど、あんまり膨らませすぎると結構な力で入れなきゃいけないので、カムカバーが破損する恐れがありますんで、ここの加減がこいつの加減がキーポイントですね。本当に目に見えるぐらいもっこりさせちゃうともうダメです。本当にうっすらです。わからない場合はちょっとずつもっこりさせながらちょっともっこりって連呼しててごめんなさい。そういう意味じゃないです。加減をちょっとずつね調整しながら全体的にやってやるといいですね。じゃあやっていきますか。ここで一旦コマーシャルです。15年ほど前からツアラー V プロショップとしてやっております谷口自動車なんですけど、うちのホームページのウェブショップをちょっとだけご紹介させていただきます。まず一番人気のアイテム、トヨタ用 4.5mm 切れ角アップアダプター、これがやっぱり一番売れてますね。次に多いのが音がいいって評判のオニデュアルマフラー。このマフラーの特徴は音がいいだけではなく、前から後ろまで全部フルデュアルになっているので、めっちゃ車庫端の車でもマフラーがすらなくなったってユーザーからの反響がめちゃくちゃいいマフラーです。出口は純正エアロでちょうどいいぐらいの出面なんですけど、車外の大きなフルバンパー向けに10センチ延長タイプのオニデュアルマフラータイプ S っていうのもあります。こっちはねかなりやんちゃな見た目になりますね。それと通常は安売りできない駅マニですけど、店頭もしくはウェブショップ限定で HPI のダイレクトサクションとセット販売で1万円オフで売ってます。なんとそれだけでなく熱対策に必要な断熱スリーブもおまけしてます。気になっちゃった人はぜひチェックしてみてください。それでは続きをどうぞ。これでもどこで売ってんだろうな。あんまり力いっぱいやらないことですね。ちょっとで、接着剤を剥がしていきます。ワイヤーブラシでね。接着剤があると液体パッキンを塗るときに邪魔になってきますんでね、きっちりこの元々の接着剤は剥がしてあげましょう。で、液体パッキンを使うので当然シール面はパーツクリーナーとかでねきれいにしておきましょう。シールさせる面がね
まあもちろんねあっち側もきれいにさせなきゃいけないんで。この作業も結構ね大事なのでね、しっかりやりましょう。そしたら一発目ちょっと加減を確認ですね。もう結構きついですよ、こんだけやるぐらいでも、だいぶいいな。今ちょっと刺した感じだと均等に膨らんでないので、もうちょっと均等に膨らませますね。本当にうっすら、ひょっとしたら映らないかな、この角度なら分からんかな。本当にうっすらもっこりしますよね。これでいいんです。そしたらもう液体パッキンを塗っていきますね。液体パッキンも本当にうっすらでいいです。あんまりびっちゃびちゃにはしません。これぐらいですね。これぐらいでいいです。そしたら刺していきましょう。ここで大事なのは、ここからは叩いて入れていくので、まっすぐの角度の見極めですね。これが大事ですね。大体こんなもんかな。そしたらまあブラシバーで叩いていきましょう。はい、できました。結構硬いのでがっちりついてますね。もう動かないです。まあそういう時はモンキーですね。モンキーで向きを調整します。最後にちゃんと緩まないかどうか確認して、抜けないかどうかの確認もして、相当がっちりついてますね。はい、できました。これで、こいつがスポンスポン抜けることもなく、なんかねここら辺が真っ黒系になってる車多いですよね。そういうこともなく、はい、平和に過ごせるわけです。まあもしよかったら参考にして直してみてください。もしくは、谷口自動車まで来ていただければ、まあ、大体そうだな、まあ、大体5000円ぐらいだと思ってもらえばいいです。はい、それぐらいの修理代で修理できますんで、はい、来てください。この修理で一番危険なのは、このカムカバーが壊れちゃうこともあるので、本当にこれもう高いので、あと中古でもなかなか出てこないですし、まあそのうちなくなっちゃうかもしれないんで、
本当にこれは丁寧に気をつけて扱ってください。ということでツアラーによくあるグローバイパイプ抜けの修理でした。はい、それではまた。